はい、皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回は以前リクエスト抽選をさせていただいたバイオレットエヴァーガーデンの髪型を再現していこうと思います。バイオレットの髪型はサイドから編み込んでいって先まで編んだ三つ編みを後ろで2つにお団子にまとめている髪型になっています。ベースはこちらのロングのウィッグから作っていきます。色は光が当たると綺麗なブロンドベージュに見えるような髪色がいいんじゃないかなと思います。生え際のパーツも使って作っていきます。編み込んだ時に襟足の生え際が見えてしまうので、生え際パーツを縫い付けて自然な仕上がりになるように作っていきます。後でこの部分に遅れ毛で短い毛を作りますが、一度綺麗な形に整えて自然な襟足を作っておきます。バイオレットの髪型は大きく分けると4箇所長さがつながっていない状態で切ってあげるといい感じになるかなと思います。ブロッキングをしたらまず後ろからカットしていきます。長さはかなり長いです。下ろしている状態だと背中の真ん中くらい、前に持ってくるとおそらく胸下までは確実にありますので、下の長さを決めてカットしていきます。続いて段を入れていきます。真後ろ側はやや低めに段が入っていて、横に行くにつれて持ち上げる角度を上げてしっかりめに段を入れてあげると動きがついていい感じになるかなと思います。サイドの長さは肩につくくらいの長さに決めて、この部分はあまり段を入れなくて大丈夫なので角だけ取っておきます。前髪をカットしていきます。長さは目が隠れるぐらいかなり長めに残しておくといいかなと思います。作画によって左右違うこともありますが、サイドの上側に短いつながってない部分がありますので、今回は右側でカットしていきます。毛先がかなり繊細な動きをしている髪型なので、サイドと前髪はスライドカットで束を作りながら量感を調節していきます。毛先はチョップカットで綺麗になじませておきます。後ろの毛量はかなり軽めで大丈夫なので、すきばさみで毛量をしっかり取って毛先はチョップカットで整えていきます。ストレートアイロンを使って形を作っていきます。全体的にカーブは強くないので、軽くナチュラルなウェーブが出るように作っていきます。前髪は軽く流せるぐらいで巻いておきます。サイドの前半分は内巻き外巻きの順で毛先が軽く外に向くようなウェーブで、後ろ半分は毛先が内に向くように軽いウェーブをつけていきます。右サイドの上の長さがつながっていない部分は、ここは内巻きだけで大丈夫です。ほっぺに向くようにふわっと内巻きに巻いておきます。サイドの髪の根元を両側しっかりカクッと立ち上げておきます。アイロン後の毛束は厚いので気をつけてください。後ろもそんなに強くなくていいので、ゆるいナチュラルなウェーブを作っていきます。巻き終わったら生え際の毛だけ少し短く遅れ毛を作っておきます。スタイリング剤をつけていきます。今回はアレンジクリームを使っていきます。指の間までしっかりとワックスをつけて髪全体になじませていきます。サイドの端くらいから編み込みをしていきます。編み込みには表と裏があるのですが、バイオレットは表編み込みなので、真ん中に来る毛束が上に上に重なっていくように編み込んでいきます。その上に来る毛束と一緒に地肌の毛をすくって
一緒に編んでいきます。地肌の毛をすくった時に編み目がしっかり見えるように毛束の裏側に毛を重ねていくようにすると編み目がはっきりついていい感じになるかなと思います。毛束が2つではほどけてしまいますが、3つを交差して編むとほどけないのです。編めるところまで編んだら毛先をゴムで留めておきます。同じように反対側も編み込んでおきます。このままお団子にするよりも半回転ひねって地肌にピンで留めてからお団子を作っていくときっとうまくいくと思います。編み込んでいない部分は軽くほぐして柔らかい印象にしておきます。この段階で三つ編みの部分にリボンを軽く縛っておきます。後で結んでも大丈夫なんですが、そうするとピンが必要になってくるので先に結んでおきます。三つ編みの一番先だけが中に入るようにして、あとは今丸めている部分が一番真ん中に、そして表に出るようにお団子を丸めていきます。根元まで巻き込んだらネジピンでしっかりと固定していきます。まだバイオレット・エヴァーガーデン見たことない方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、すごく素敵な作品だし絵も綺麗なので、僕はこの作品に出会えてすごく良かったなと思ってます。機会があったらぜひ見てみてください。後ろのリボンをしっかり結んで少佐からのブローチをつけたらこれで完成です。はい、これでバイオレット・エヴァーガーデンの髪型が完成いたしました。リクエストの企画はまた何かの節目でやると思いますので、またぜひ参加してください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。